いっぱいいるね。いっぱいいるね。猫ちゃんね。はい。はい。ババンババンバンバビバビバビバババンババンバンバビババンババンババンバンバビバビバビバババンババンバ。はい。バンバン。はい。藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は、お休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組も前半はこのように、にゃんこにカリカリとシーバーを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にあれ、スマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、グレーのグーちゃん、三毛猫のたまちゃん、白黒のクータくん、白茶のゆりさん、画面に収まっておりませんが、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ねえ。猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。最初はね、5匹の姿が見れて、よかったね。なぜかあっという間にマーチャが離脱してしまったけどな。シーバー大好きマーチャがな。はい、そして猫の姿はあっという間にゼロになった。なんでよ。ヒーターついてんのに。ね、さっきヒーターつけたら5匹みんなここにいたわけよね。いるよーと思ったのに。なんであっという間にゼロになったかな。あ、そっか。カリカリ食べたから水飲みに行ったんだな。偉いな。ちゃんとな。お茶は、なんだ。水も飲まずにこたつに入ったのか。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に Justice って言います。で、なんで Justice って言うかっていうと、あちらにいるうさ耳をつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。にゃんこたち、ジャスティース。今日は塩入りのお湯だよ。夕方ちょっと
足りないかもしれないと思って沸かしたお湯を足したので結構沸かしたんだよね。だからまだまだ熱い塩入りのお湯でございます。はあ、ちょうどいいぐらいの温度になったな。お気にさん、ジャスティス。藤子さん、皆さん、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ねえ、だからカリカリ今日もさ、食べてないからね、圧倒的に食べてる量少ないもんね、と思ってカリカリ入れてやったわけよね。今ね、空になってたからさ。でもまたね、カリカリだけだと、ね、猫釣れないからと思って、シーバーね、乗せてやったんだけど、シーバーだけ綺麗に食べたな。で、昨日もほら出かけてたからね、にゃんこにカリカリたっぷりにして出てったんだけど、で、大概ね、さすがに一泊すると置いてったね、ご飯の山は綺麗になくなってるもんなんだけど、昨日はね、残ってたんだよね。うわーと思って。残ってますけど、っていうね、感じだったよね。だからね、もうほんと食べないんだね。てったまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。おしさん、ジャスティス。藤子さん、皆さん、こんばんは。ボスは、お気に入りさん、てんたむさん、こんばんは。そうで、ヒーターつけてさ、朝もね、タイマーでヒーターがつくようになってるわけよね。で、何時ぐらいについてんだかわかんないんだけど、まあ5時、6時あたりぐらいからついてると思うんだよね。で、まあ8時ぐらいにようやくにゃんこのご飯あげるので、その時ににゃんこがヒーターから離れた隙に消すみたいな感じで、だから、まあ2、3時間ぐらいヒーター朝ついてるかなって感じなのよね。で、まあそれで、なんだっけ、スチームの水がさ、なくなっちゃったかなと思ってさっきさ、ヒーターつけるために水をさ、入れたら、なんかジャーってこぼれちゃって、あれと思って、なんかもう全然これスチームやっぱり出てないっぽい。なんか出てる時と出てない時とあるみたいでさ。だからその前は結構水がね、あ、そういえばスチーム水ないかもと思って入れてみたら、全然足りないぐらいだったんだよね。で、あ、なんだ、まだ足りないわと思ってさ、足したぐらいなのにさ、今日なんかね、そういえば入れてなかったからと思って、全然足りないだろうと思ってさ、じゃあって入れたらさ、もう全部出てきちゃってさ、何よ。猫といいな、ヒーターといいな、私が開けるもの全部拒絶するな。はい、なんだっけ。こんばんは、よしーさん、こんばんは、よしーさん、おきにいさん、てんたまさん、こんばんは、てんたまさん、おきにいさん、こんばんは、よしーさん、こんばんは。おきにいさん、藤子さん、お久しぶりです。お元気そうで何よりです。てんたまさん、そのヒーター、だいぶ使い込まれてますよね。はい。だいぶ使い込まれてますよ。これなくなっちゃったらもうね、寒いの我慢して生活するしかないね、みたいなね、感じかな。そう、まあ、お元気そうとは言ってもさ、今日ちょっと喉痛くて、だから喉痛いのか乾燥してるからね、と思って、スチームのね、水を入れようと思ったのにさ、入れたらなんかさ、拒絶されて、何よっていう感じね。で、今日はさ、昨日いちごを買ってもらったわけよね。いちご買ってもらったんで、ね、で、半分食べたわけよね。昼間ご飯食べた後にさ、お昼のね、ご飯のデザートとして半分食べたんだけど、なんかその後ぐらいからね、喉痛くなってきちゃってよ。これは、ちょっとあれかな、ビタミン C 補給ということで、ね、残りの半分のいちごも今食べるべきだよなと思って、今日はね、いちご1パック食べて、とちおとめじゃなく
って最近、なんだっけ、土地愛化。土地愛化っていうのに最近はなってるらしくてな。どうした。土地愛化を食べたよ。とちおとめととちあいかどっちがいいかって聞かれてもわかんねえと思ってな。で、まあ、いつもとちあいかを買ってたから、じゃあ今回はとちおとめを買ってたから、今度はとちあいかにしてみようっていうのでね、とちあいかを買ってくれたんだけど、まあ、食べ比べてないんでね、わかんないんだよね。一個だけ、片っぽだけ食べるんだとさ、どっちもうまいけど、みたいな。そんな感じですな。テンタムさん、何年ものですかわかんないんだよね、何年ものかね。だから父親がそこで自営で仕事をしてた時の、まあ、待合室の暖房みたいな感じで使ってたみたいなんだよね。で、それを私が引き続き使ってるよっていう感じなんで、何年ものなんだろうね。父親が仕事してた時ってもう何年 ?20 年20年だと70、60、50、そうだね。25年は前かななんか50歳で、リタイアする。でも20年ぐらいかな。50歳で仕事辞めるんだって言って、結局55歳ぐらいまでやってた気がするから、で、今75歳らしいんだよね。で、FX が趣味で、ね、日々ね、やってるわけだけれども、だから75歳以上から FX ができなくなったらしいんだよね。で、全然知らなくてさ、やってなかったから、そうなんだと思って、で、ね、75だなと思ってたら、なんか、結構、注文の、間違い、出し間違いで、クレームが多いらしいんだね。75歳以上になると圧倒的に。それで75歳以上は FX できませんっていうことになってるらしいんだけど、ただまあ、もしそうやってね、ご発注しても文句は言いませんよっていう書類かなんかにサインかなんかすれば、引き続きできるようになるんだって。そうなんだと思って。で、それにサインしてやってるらしいんで、だから75歳らしいんだよね。で、55で、辞めたとしたら20年、最低でも20年以上前の、日だからっていう感じだよね。はい。おきにさん、猫ちゃんたち、3回と思ったら再集合ね、お水を飲みに行ってたんだろうね。てなもさん、いちごのそばでぐーちゃんが滑る動画良かったです。よかったよ。なんか知んないけど、片足だけ滑ってるのな。よくテーブルの上に乗ると、なんか片足だけ滑ってたなと思ったんだよね。おきにさん、いちごの食べ比べはしたことないです。いちご狩りに行くとな、いろんな種類のいちごを、生やしてくれてるから、それで食べ比べしようと思えばできるかな。それでやったかな、私ね。はい、たまちゃん、今日抱っこしてないからさ、抱っこしてない。無理やり。無理やりたまちゃん抱っこの系だね。大きい声で泣くだけでね、抱っこさせてくね。ね、お手手冷たいよ。ちゃんね。お手手冷たいなのでけではないね。お手手冷たいだけだね。はい、ギニーさん。なぜにブーちゃんの足が滑るのか考え中です。マイケル・ジャクさんのようでもありましたね。なんか片足だけ、一本だけ滑るのがなぜだっていう感じなんだよね。滑るんだったら全部滑って良さそうな感じなのに、あそこの足だけが滑るんだよね。なんだろう、指紋なくなっちゃったのかな。てんたまさん、FX って年齢制限あるんですね。そうなんだってさ。そんで、まあ、年齢制限あるんだ、っていうのもそうだし、
で、車をね、新しくしたんだよね。で、その新しくした車に昨日初めて乗ったんだけれども、なんかね、自動運転なんだって、ホンダの車で、ずっとホンダの車を乗ってんだけど、父親はさ、なんかね、ホンダの最新かなんかの車らしいんだよね。で、自動運転なんだって思って、へーって思ったよ。ゆき兄さん、75歳だと、まだまだ現役バリバリの方も多いですね。そう、ただまあ、昨日一日一緒に過ごして、一日っていうか、まあ、半日というか、数時間一緒に過ごしてみて、あ、もしかしてあれかな、結構老化が急に来てるかな、みたいな。それともワクチンのね、あれかもしれないけど、わかんないけど、いろいろ間違えるのが多かったんでね、あれっていう感じだったよね。だからね、75歳以上でご発注が圧倒的に多いっていうのは、確かにあるかもってちょっと昨日思った感じだったから、大丈夫ですかいっていう感じだね。お気に入りさん、75歳だとは読んだ。ヨッシーさん、FX ですか？怖いですね。てんたまさん、お気に入りさん、ムーンウォーク並みに滑ってましたね。なんかね、後ろ足が滑ってるよね。なんか知んないけどね。お気に入りさん、てんたまさん、グーケル・マクソンさんです。グーケル・マクソングーちゃんだからね。マイケルじゃなくてね、グーケル、なるほど。そういうことな。そう、自動運転で、ほら、手は添えてなきゃいけないんだよね。ハンドルがあって、ハンドルに、ずっと離しても別に走ってんだけど、車は。ただ、ずっと離してちゃいけなくて、なんか、あの、時々はなんか手を添えてなきゃいけなくって、それで、だから手離しっぱなしだと、なんかブザーかなんかになるらしいんだよね。んで、なんだっけ、ブレーキか。ブレーキを踏んじゃうと、なんか設定が解除されるんで、また設定し直しみたいになるらしいんだね。と思って。でね、だから、その自動運転だと、渋滞の時いいよねっていう話で、渋滞の時は楽だねっていうふうに言ってたね。で、昨日もね、渋滞はまったんだよね。で、これ何の渋滞だみたいな感じだったんだよ。で、調べたら、ツイッター X で調べたら、なんか、トラックが横転してますとかって書かれて、でね、その場所に近づいていったら、本当にトラックが横転してたんだけど、なんでそんなことになっちゃったんだろうねっていう感じだったよね。向きがこっち向いてるからさ、こう走ってるとしたら逆側向いて、で、横転してたから、何が起きたまっすぐのところでそんなんなってて、なんかね、事故で追突されてとかっていうなら、まあ話もわかんないけど、一人で単体でトラックね、なんかこっち向いてひっくり返ってたから、何が起きたんだろうって感じだったけどね、もう早速ね、言ってたら渋滞にはまって、ね、自動運転はそういう時楽ねっていう感じ。だから全然知らないうちにね、そう、ほら、ハンドルに手添えてるじゃん。だからみんな結構自動運転の車に今乗ってるものなのかななんて、ね、思いました。なんで、たまちゃんこんな帰りたいんじゃないのだね。ね。じゃあ私の後ろに行くのやめてくれる。ね、前に出てきてくれればいいのにな。ゲイさん、10年後は自宅から寝たまま通勤や旅行に行くようですかね。その絵が怖い。それはムーンショットってことか？お気に入りさん、トラックの積み荷が崩れると、バランスを崩して横転するのでしょうね。ああ、なるほどね。そういうことか。ね、単体で一人であんな風に倒れるって何があったんだろうって感じだったんだよね。で、そう、トラック、乗用車のさ、乗用車っていうの白ナンバーのさ、
トラックっていうのかな、平に、軽自動車が乗っかってたわけよ。で、あ、軽自動車って普通のね、白ナンバーのトラックに乗るんだと感心したんだけど、あれいいのかなあれいいのかな多分ダメなんじゃないのかなと思いながらさ、高速走ってたから、まあ料金所を通過したりね、なんかカメラとかいろいろね、通過して捕まってないってことは、まあ大丈夫ってことなのかなと思いながらさ、ただそのトラックの、平のトラックの荷台からさ、まあケツ出てるわけよね、軽の車のさ。ケツが出てて、ただ幅はね、ちゃんとぴったり入ってるんだ。入るんだなぁなんて思ったんだけどさ、あれいい、あれいいのかなっていうのが、なんか気になって気になって。ね、仕方がなかったでございますね。で、昨日帰りに寄った、パーキングサービスエリアかなでね、ボンカレーがあったんだよね。なんかボンカレーの話題出てたよなと思って、ボンカレー買ったわけ。なんかパケ買いした。パケ買いしちゃったよね。なんかね、ほら、看板がさ、古めかしいからさ、なんかこの箱もね、多分、汚いわけではないんだろうと思うんだけど、まるで古いかのようなね、印刷なわけよ。で、全部が汚い感じに見えるので、だからこれは多分プリントなんだろうなって思いながら、なんとなく箱が汚い感じがするから、なんかと思うんだけど、全部汚いからこれプリントなんだよね、と思ってさ。じゃあまあ、一個だけと思って、買ってきて、中辛なんだな。で、じゃがいも、国産、人参、牛肉、ソテーオニオン、玉ねぎ、大豆油、菜種油、小麦粉、豚油、カレー粉、砂糖、食塩、チャツネ、ウスターソース、トマトケチャップ、ポークエキス、調味料、アミノ酸と香料、リンゴ、抽出物、酸味料、小麦、牛肉、大豆、バナナ、豚肉、桃、リンゴを含む。って感じらしい。飴色玉ねぎのコクと旨味、炒めた小麦粉の香ばしい香り、昔懐かしい味わい。開封口、レンジで調理できるようにね。箱からね、レンジで調理できるんだね。なるほど。パッケージだけは昔ながらだけど、昔は電子レンジなんかなかったから、まあ新しいもんなんだね。はい。一人前 200g 国産野菜使用。はい。かけ買いしてきたよっていうね。いう感じ。いくらぐらいだったかな ?200、まあ、300円しないぐらいの値段だったっけねって感じかな。と、てんたまさん、昭和パッケージ来た。そうそうそう、パケ買いしたよね。パケ買いした。てんたまさん、プリントですな。そう、なんかね、汚い感じね。古本みたいな感じの箱の色合いなんだよね。でも全部がそうだから。まあ多分ね、演出っていうのなんだろうなと思いつつ、なんとなくほら、汚いからちょっと、とかって思ってね。キリさん、ボンカレーの昭和感がすごいですね。しさ、今でも売ってあるんですね。そう思ったからさ、パケ買いしちゃったよね。テッターさん、ボンカレーより具が多めの、ボンカレーネオが地元のドンキで150円。へえ、知らんかった。そんなのあんだね。
なんか、あれかな。パッケージはドンキなのかな。ボンカレー、あ、文字だったか、ボンカレーって。なんか丸い、なんだ、ので、で、ボンカレーってカタカナで書いてあるみたいな。この人物の写真ではなかった感じだったっけね、ボンカレーってね。お気に入りさん、ボンはフランス語で良いという意味ですが、ボンカレーはそういうことなんでしょうね。ああ、確かにね、そうかもしれないね。フランスにこういうカレーがあるとは思えないけど、確かにボンはフランス語を取り入れてるかもしれないな。そうで、昨日は初詣、かわいいな、初詣行ってきて、珍しく、おみくじ引いてきたよ。みんなのために。みんなのために。おみくじ引いてきました。皆さん今年は初詣行かれましたでしょうか？おみくじ引きましたでしょうか？おみくじ引いた。今年、おみくじ引いたアンケート。立ち上げてみました。天玉さん、そういうことと聞いたことがありますね。ああ、そうなんだ。じゃあ、フランス語のボンなんだ。天玉さん、初詣いてないよし。みんなの代わりに散財して100円。いろいろあるからね、最近ね。おみくじ300円が普通みたいな感じになってからさ。ね。おみくじってこういう字だったんだ。はい。こういう字こういう字。なんと言っていいかわかんないけど。31番。ででーん。神の数。寝ても覚めても覚めても寝ても。神のおかげは忘れられぬ。神様の尊い恩慈しみの御光の中に生きている私たち。食べるも着るも寝るも起きるも、皆ことごとく神様のおかげなのです。朝夕の心配を欠かさずに、ありがたい、かたじけないと感謝の気持ちを胸いっぱいに抱き、授けられたお仕事、お役目に精を出しましょう。はい。明日もきっと慈愛に満ちた神様の導きがいただけます。はい。大吉、書いてあった。吉でした。はい。中途半端。うぐいすの谷のといずる声はして、軒場の梅も咲き染めにけり。はい、わかんない。久しい間の苦しみも、時が来ておのずから何事も春の花の咲くように次第に栄えてゆく運です。安心してことに当たりなさいだって、いいじゃないか。いいじゃないか。ねえ、だって私前に大吉引いたけど、なんかね、ことごとくダメな感じで、これ本当に大吉なの。これ大吉なのみたいなのあったからね。これは吉だけど、なんか安心してことに当たりなさいっていいんじゃないですか？次第に栄えていく運です。で、久しい間の苦しみも時が来て、おのずから去り、何事も春の花の咲くように、次第に栄えていくんです。安心してことに当てみなさい。話やないか。はい。願い事、人の助けで整う。争わぬようにせよ。
ありがとうございます。かしこまりました。争わぬようにね。待ち人来る。喜びあり。おい話や。うせ者出る。物の間にありだそうです。皆さんなんかね、物を探してる方は物の間にあるそうですよ。旅立ち。旅立ちって言うんだ。読めなかったな。旅行だと思ってた。旅立ちって読むんだ。良い出会いあり、おい話。飽きない、焦らず、時を待て、はい、ふにいた、結局ね。ふにいた、福袋は、結局今日の、23時59分までですが、その前に寝てんな。あと1個、売れるんでしょうか。ね、焦らず時を待てということらしいのでね。はい。学問、努力すればよろしい。はい。相場、売れ、利あり、な、ってことは大暴落確定ってことだな、きっとな。はい。ね、そう、大発会今年やったらしいじゃんか、そういえばさ。ね、栃木で、栃木テレビとか見てみたんだけどさ、ね、栃木テレビって何かなと思って見てみたわけよ。普段テレビ見ないし、せっかく栃木にいるからと思って、そしたら最初なんかサッカーだかなんかのスポーツだったんだよね。いや、スポーツわかんないなとかって思ってたわけ。で、しばらくしてまたつけてみたら、今度不法とかなって。不法かと思って。ね、なんとかさん99歳とかで、おお、長寿だな、みたいなね。そんな感じだったよ。で、なんだっけ。なんでそんな話になったのかな。いや、そうそうそう。でね、テレビをそうやってさ、栃木テレビ見てたんだけど、時々わかんないやと思って違うチャンネルに変えて、で、ニュースかなんかやってたのかなって見たら、今年はなんか大発会やったらってやったとかっていうので、なんか去年は能登のやつで自粛して、で、その前もなんか自粛したらしいんだよね、なんかで。で、3年ぶりかなんかの大発会だったらしいんだよ。で、そうだったんだ、知らなかったなと思って。で私、大発会行ったことあるんだよね。でさ、私がその大発会行った時もさ、ね、最初のね、日経平均が、下からね、始まって、で、みんなして、あーって言ってさ、それがなんか、まるでスポーツ観戦のようでさ、面白くって、私笑っちゃったんだよね。みんなが「あー」って言ってる時に、もうその、ね、みんなが「あー」っていうのが面白くて笑っちゃってさ、なんかそんなことあったなっていうのが今年もね、大発会がさ、ね、下から始まったんでさ、なんか思い出したなと思って、大発会行ったな、そういえばっていうの。でね、なんか抽選だったと思うんだよね。で、抽選に当選して行ったと思うんだけど、でね、なんか応募したらみんな行けるもんなのかなと思ったんだけど、次の年かなんかも応募したのかなと思うんだけど、その時はね、落選っていうのをしたんだよね。だから、なんだあれ本当に抽選に当たったのか、みたいなね、感じだったんだよね。そんなのを、思い出した。急に、なんだ。相場か。相場、売れ、な。だから大発会で、そのね、売りだった場合には、ね、その年は下がるみたいなのがあるな。はい。争い、争い、負けておく方が利あり。はい。恋愛、良い人、幸せあり。はい。やうつりって読むんだ、転居。へえ。よろし、早くせよ。早く高いところに引っ越せと。お産、安し、安心せよ。はい。病、神と意志を信じましょう。神頼みな。縁談、互いに疑いが解けて、良き、縁結びが整う。なかなかいいことばっかり書いてある。おみくじでしたね。さすが。よかったね、みんな。今年はいい年になりそうですね。今年もかな。はい。
てんたまさん、おみくじって代表で引けるものなのか、はい。そういうルールにしました。よしさん。三社参り、一社も行ってません。行く予定もなし。今日、丸越で大根輪切り厚み3センチぐらいで35円で売ってました。へえ。初めて輪切り売りを見ましたね。ここまで来たかと思いました。そうだよね。そういうことだよね。へえ。てんたまさん、喜びイコールスパチャな。今年もスパチャがいっぱい来るといいね。お気に入りさん。基地の前に大中小のどれか欲しいですね。大吉の大はまさる、本当だね。そのおみくじをまさるくんに貼るといいと思います。そうだな。後で貼っとこう。ね、貼って吉のおみくじを大吉にしてみたっつってな。と、お気に入りさん、おみくじ代表ありがとうございます。どういたまして。てったまさん、よしーさん、それは世紀末でしょう。ねえ。3センチぐらいの輪切りが35円か。まあ、おでんかなんかの具にするのに、ちょっとね、変えていっか、みたいな感じだけどな。なんかキャベツが、そういえば壊滅的に高いんだっけ？なんか一玉で2000円とか言ってた？なんか去年、だっけ白菜が一玉2000円とか言ってたんだっけ？ねえ、だからキャベツさらにさ、白菜よりもさ、ちっちゃいじゃんか。それで2000円なのかっていう感じね。もう一瞬キャベツね、値が下がったから、あ、落ち着いてきたのかなと思いきや、またすぐ元の値段に戻っちゃったから、なんだとかって思ったら、なんか今キャベツが壊滅的に高いらしいもんな。うーんと、お気に入りさん、年末からずっと休みなく運が悪いかと思ってましたが、今日は2つ嬉しいことがありました。おかげで本当元気出ました。およかったね。どんないいことがあったのか書いといていただけると嬉しいよ。よっしーさん、お気に入りさん、2つの良いこととは休みですか？お気に入りさん、一つは藤子さんの久しぶりのライブです。なんかね、そういうって言ってもらえるとね、なんかね、私、学校行ってなかったわけ。学校行ってなかったから、たまに行くと、そうやってね、なんか、授業の終わりっていうのを最後、学校の最後に、なんか今日あった良かったことをね、なんかあげてくださいみたいなでさ、で、はいとか言ってみんなね、優等生の子がさ、手挙げてさ、発表するわけよね。で、久しぶりに小林さんが学校に来たことって、なんかたまに行くといつもね、いいこととしてね、ネタにされてた。それを今ちょっと思い出しましたっていう感じ。で、ださ、おびいさんに、一日二つもいいことがあってよかったね、よかったね。おきにさん、もう一つは、まぶたが重くなってきました。急に来るんだね。てんたまさん、お気に入りさん、しっかり。お気に入りさん、てんたまさん、ありがとうございます。よしさん、爆笑。ねえ、そうで、なんだっけな、何の話すればよかったのかな。今日あったよかったこと、今日あった、そう、昨日ね、人参の詰め放題があったわけ。大根の話とは打って変わって、人参の詰め放題があってさ、一袋、こんくらいの袋っていうのに詰め放題で300円だったわけ。人参ほらいつもさ、日本で200円のさ、買ってるわけじゃん、普段さ。まあね、早い話1本100円じゃんと思いながら、まあ2本200円で売ってるからさ、それを買ってるわけだけどさ、一袋300円かと思って、これは買いでしょと思って、で、そのね、人参詰め放題をやったわけよ、昨日さ。で、一袋で、まあ18本
まあちょっと遠慮めにっていうのかな。まあ本当に遠慮も忘れてやれば、あと1、2本はいけたかもしれないんだけど、まあこの辺にしとこっか。もう十分300円で元取れたぐらいは入ってっから、まあ、こんくらいにしとこうか、みたいな感じでね、詰め放題やってきて、18本入ってたかなっていう感じね。で、天気予報見たら今日、明日、明後日ってさ、晴れが続いてたんで、じゃああれだ、また久々に干し野菜な。干し野菜で人参干しとこうと思ってね、6本分を今日は、ね、干し野菜にしましたね。だからそれが話話かな。えーっと、よし、よし、カニタさん、ジャスティスコバーワーボンソは本日もしぶとくやっておりますよ。てったまさん、得意の詰め放題ね。まあ、得意ではないけど、得意ではないけどさ、なかなか詰め放題ってないもんね、と思って。でね、去年ほらバスツアーでさ、こんにゃくパークとかに詰め放題いっぱいあったけど、全然やってる時間なかったからね。で、昨日はね、帰りに、じゃあ、ね、なんかお土産に買おうかなと思ったけど、あ、今日もやってると思って、じゃあこの人参の詰め放題だなと思ってね、それやってったっていう感じ。来ないのね、とかね。てんたまさん、かにたんさん、こんばんは。お気に入りさん、かにたんさん、こんばんは。今日もギンギンですか？そうだ。ギンギンだったらそういえばな。てんたんさん、かにたんさんは、今月沖縄ですか？そうなんだね。かにたんさん、てんたまさん、お気に入りさん、こんばんは。さっきまで寝ていました。てんたまさん、ギンギンそうだね。寝てたってことは今、ギンギンだね。カニタンさん、そうそう。よしさん、人参18本300円なら、得しましたね。ね、なんか1本あたりいくらになんだろうな。300割る18できないけど。計算できないけど。20円ぐらい ?286、20円もいかない感じか。お、すげえな。ひにさん。これぐらい寒いと、スライス、干し柿とかいいな。でも、柿もね、サクサクしてるのだったら、スライス干し柿もできかもしんないけど、あんまりないもんね。それなりに水分あるもんね。なんかすぐかびちゃいそうな気がするけどね。ほら、人参は水分量が少ないからさ、干し野菜にしても簡単っていうのかな。なんか水分あるやつだと難しいけどね。フニーさん、人参大量でフニータが大喜びですね。そうそうそう。そうなんだよね。フニータ、だいぶね、今年1年過ごせそうじゃんぐらいな感じね。まあそこまで人参が持たないと思うけどって感じ。で、あとはジェラートがね、ジェラートが、イチジクのジェラート買ったわけよ。で、イチジクはほら季節が、まあ夏あたりっての9月、秋だけどまだ暑い時期っていうのかな。9月、10月あたりかなと思ったんでさ、ないかなと思ってたわけよね。そしたらなんかもうレギュラーになったのかいっていう感じなぐらいにさ、なんかあったんで、イチジクさ。で、イチジクあったなと思って。で、それを食べれたのが、まあ良かったなっていう感じ。で、あとね、忘れ物したんだよね。携帯をさ、充電するコンセント忘れちゃって慌ててさ。なんか10時チェックアウトだったんだけど、もうやばい10時だ。やばい10時だみたいな感じだったんだよね。で、すっかりそのコンセントを忘れてチェックアウトしちゃって、で、その撮影もう終わったと思ってさ、しまおうとした時に、と思って、そういえばと思って、コンセント忘れたと思って、でね、無事戻ったらあったので、
ね、回収できてよかったよっていう話と、いちご買ってもらって美味しくてよかったよっていう話と、いっぱいいっぱいあるな。あとは、にゃんこがね、今日も、ね、平和で元気でよかったよ。スライス干し柿いいな。スライス干し柿って食べたことないかもしれないな。これたださ、人参ホットケーキとか、まあ、私はぬか漬けにしたら多分あっという間になくなんだろうな、みたいな。ほら、人参は割と日持ちするじゃんか。水分量少ないからさ、そんな腐んないしね、と思って。だからまあ、ぬか漬け用でいっかと思ってさ。ただまあ、さすがに18本だと思ったんで、干し野菜にして、で、まあ本当は12本干し野菜にしちゃうか。ね、6本にしとこうかと思ったけど、12本にすると残りが少なくなっちゃうじゃん。そうするとぬか漬け用が足んないじゃんと思ったんでね、6本分だけ、干し野菜にしたな。ニャキ兄さん、柿良いですよね。先につけるととても美味です。へえ、そうなんだ。てたまさん、人参ホットケーキは美味しい。そう。急にウルトラソウルみたいになってきた。ウルトラソウルみたいになってな。美味しそう。お気に入りさん、ぬか漬けの人参ってパリパリ感が好きです。そう、私、人参があんまり好きじゃなくて、で、最初ぬか漬けやった時に野菜が高かったんで、人参だったらみたいな感じだったんでしょうがないと思って、人参でやったら、人参のその私があんまり好きじゃない臭みが、なんかね、強調される感じで、ああ、これ逆光か、みたいな感じだったんだけど、なんか慣れてきたらやっぱりそのパリパリ感がね、まあまあいいかっていう感じだったんだよね。で、皮が傷んでる、見切り品のね、人参を買ってきて、皮が傷んでたんだよね。で、皮剥いてみたらどうだと思って、見たら、皮剥いたら普通に綺麗な人参だったんで、それでぬか漬けにしたんだよね。そしたらね、すげえうまかったわけよ。で、やっぱりなと思って。人参皮剥くと全然違うなと思って。こりゃうまいと思って。だからね、人参皮剥いたぬか漬けが今のところ1位かな。1位かなっていう感じよね。なんだっけ。とろろ芋、大和芋、里芋じゃなくて、長芋か。長芋のさ、ぬか漬けって食べてみたかったわけよね。で、長芋が30%引きになってた時に買ってきて、で、まあさすがに皮は剥くじゃんと思って皮を剥いて、で、ぬるぬるしてるから大変じゃないか。で、それをね、頑張ってぬか漬けにしてさ、で、ね、食べたらね、そんなに美味しくない。別になんか普通にわさび醤油でね、刻んだ長芋、わさび醤油で食べる方のが、これ美味しかったなと思って。別にぬか漬けにしたからって、なんかすげえうまくなるわけでもなかったんで、なんか長芋別にいいやと思って。そしたらなんかね、きゅうりが一番かなと思ってたけど、人参が皮むいたらうまかったんでね、なんか人参でいいやみたいな今感じだよ。ナイスパー、ありがとうございます。てんたまさん、紅白サプライズ。紅白サプライズおきにさん、サプライズ、ありがとうございます。てんたまさん、そして、輝くパリパリソウル、ありがとうございます。よしさん、ナイスパー。カニタンさん、来た、ナイスパー。てんたまさん、メッセージが撤回されました。ニャイスパソール。夜中にうるせえつもな。はい、すいません。別に夜型人間でも何でもないですけど、いつもこんなテンションなんで、みたいな感じね。
だから私お酒飲めないんでさ、大概ほら、酒飲みの席にね、いるとき、もちろんシラフなわけよね。もちろんシラフなんだけど、なんか私が一番その酔っ払いみたいなノリらしいんだよ。もうどんな人間なのって感じなんだけどさ。なんかね、よっぽど酒飲んでる人よりも私の方が酔っ払いなテンションらしいんだよね。あ、だから酒が飲めないんだねってよく言われたもんね。これ酒飲めたらやばいよねって。まあよく言われたよね。そんなテンションですよ、常に。みたいな、感じ。あと何したっけな。今日は動画編集して、ね、ショート動画作って、以上終わり、みたいな一日でございましたね。で、ボンカレー見せびらかしたし、くじ引きオープンしたから、今日やるべきことは、終わっただ。はい、終了。お議員さん、いや、飲んじゃダメでしょうね。怖い。そう。だから、もう飲めなくてちょうどいいぐらいだから、これ飲んだらやばいよねって、まあよく言われてましたよね。そんな別に、激しく騒ぐとかさ、なんかほら、場を盛り上げたりとかいうさ、キャラじゃないじゃん、全然。だから普通なんだけど、だから私の中の普通が他の人にとってのほら、普通じゃないからさ、何この人みたいな感じの人間だからね。まあ、それでどうも酔っ払いみたいに見えるみたいだね。だから、飲んでないよねって。なんかよく言われたもんね。飲んでるって。飲んでる飲んでないよねって。まあ、よく言われたもんね。いいさん、藤子さん。目の中に星が3つ見えます。あ、じゃあ酔っ払いのテンション酔っ払いのテンションがいい感じですよっていうことでしょうかね。そうね、だからさ、昨日はっていうか最近そんなになんか食べてない気がするんだけど、で昨日もさ、朝食はまあ食べたよ、おかわりしてね。朝食はおかわりして食べたよね。で、なんか父親がゆずラーメンを食べさせたいと思ったらしいんだよね。で、ゆずラーメン食べに行ったんだけど、なんかね、注文間違えたんだよね。で、ゆずカレーで、お店の人もみんなお客さんゆずラーメンを食べに来るから、ゆずラーメンじゃなくていいのかなと思って確認したらしいんだよね。だけど、なんかね、自分は合ってると思い込んでるから、なんかね、合ってるって言ったみたいなんで、それでゆずカレー出てきちゃって、で、自分はゆずカレーを注文したつもりがないんで、なんかね、てんてんてんっていう感じになっちゃっててさ。で、昼はそのゆずカレーをまあ食べたけど、朝ごはん食べたばっかりだったんで、私は全然お腹が空いてなくて、全然食べる気なかったんだけれども、なんか柚子カレー出てきちゃって、だからそのカレーの部分だけは食べて、ご飯はちょっと残したんだね。さすがにこれ全部食べちゃうと、後で具合悪くなりそうだから、ね、具合悪くなっちゃったらしょうがないんでと思ってね、申し訳ないけどっていう感じで、ご飯の部分は残して、で、夜もね、ちょっと早めだったんだけど、なんかご飯食べて帰ろうみたいな話になって、でもやっぱりね、相変わらずお腹は空いてなかったんで、蕎麦を食べたんだね。蕎麦食べて、ね、そんくらいなのにさ、なんか体重がすげえ増えてて、もうすっごい増えてて、ショックみたいなね、感じでした。てんたまさん、去年、津山に行った時に、ビーズの稲葉さんのお母さんの経営している化粧品のそばに小さな橋があって、ああ、稲葉さんは若い頃、この橋を何千往復もしていたんだなと、3往復ぐらいしました。この橋何千回も
往復したなんて話してたのかな、本人は。よしさん、自分もお酒はたしなみ程度。今日、メルシャンワインを買って飲みました。黒ぶどうで、ポリフェノール2倍のやつ。へえ、黒ぶどうなんていうのがあるんだ。巨峰以上に黒いってこと？ねえ、ピンリさん、てんたまさん、そういうの好きです。シラフで盛り上がれるヨッシーさんも楽しそうですね。そうだね。ヨッシーさんも。私と同じタイプだろうな。飲めなくてちょうどいいぐらいの、テンションかもな。人気兄さん、津山って岡山の、岡山なのか。津山と聞くとサスペンス映画を思い出しちゃいます。あ、そうなんだ。そういう舞台なんだ。岡山の津山ですね。へえ、そうだったんだね。はい。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい、アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。ああ、よかった。ああ、よかった。よかった。ねえ、ふーちゃんね。よかったね。カリカリ食べてね。津山は伝説がありますからね。あ、そうなんだ。あ、ゆりたんだった。ぐーちゃん触ってると思ったらゆりさん。でも、キーさん、ああ、もたけなわ。てたさん、ああ、今夜も、音漏れスパチャが見れてよかった。音漏れたんか。キーさん、今日は郵便物が届いて、最高によかった。おー、よかったね。というわけで。本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは。いい夢見てね。おやすみなさい。バイならー。